今回は生殖と女性ホルモンと創造または進化シリーズの3回目です。子孫が残せないと一代限りで終わってしまいますから、生物にとって妊娠出産はとっても重要です。で、1回目の話の焦点は主に子宮でした。女性ホルモンには2種類あって、どっちも大事ですけれども、主役はエストロゲン、日本語だと卵胞ホルモンという名前で、エストロゲンは妊娠に必要不可欠で、最初の祖先以降、全女性が作れたはずだとお話ししました。2回目は卵巣を中心に、妊娠のためには排卵といって卵巣から卵子が放出されるプロセスが必要ですけど、排卵をめぐる卵巣と脳下垂体との相互作用があまりにもできすぎなのと、関係する物質がもう偶然持ってそうどころか、もう複雑すぎるタンパク質で自然現象では確率的に説明しようがないものを持っているという話でした。3回目の今回は女性ホルモンと乳腺について話しますけれど、ここまで OK ですか？ OK です。生理痛や生理不順に悩む女性がたくさんいますが、自分の体の中でこんなすごいことが起きてるって分かって何か励ましになるといいですね。知ったからって症状が変わるわけではないですけど。優しいこと言うね。本当ですね。さて、過去2回はほぼ妊娠にフォーカスしたけど、哺乳類はベビーを産んだら、はい、ご苦労さん、終了じゃないんですよね。で、その後、母乳で育てる授乳をする必要がありますよね。これ、男性には絶対できません。じゃあ、男性には乳腺はないのっていうと、もちろんあります。稀だけど、男性だって乳がんになることがあるんですよね。へえ、そうなんですね。乳がん全体の 1% 未満だけどね、もちろん自然に乳腺が発達するのは女性だけです。で、ただ、授乳するとなると、乳腺組織が子供のまんまでは、出産したの？ほんじゃ次は母乳なんて無理です。妊娠出産する前から乳腺がいざとなれば対応できる組織に成熟している必要がありますよね。で、実際女の子は標準的には小学校の中学年ぐらいから胸が膨らみ始めます。で、ご存知のようにこれが女性ホルモンの作用で、生理周期に応じてバストにも違和感や軽い痛みが出たりしながら徐々に大きくなります。サイズだけじゃなくて、もちろん質的にも変化するんですが、ともかく女性ホルモンがあってこそ発育します。はい、保険の授業でやりました。ですよね。ちなみに乳腺の場合、エストロゲンだけではなくて、黄体ホルモン、プロゲステロンも成長を促進します。で、バストに自信がない女性の中には、自分は赤ちゃんができても母乳が出ないんじゃないかなんて心配する人がいるようですが、それはちょっと違う。実は妊娠前の女性のバストの9割ほどは脂肪で、乳腺は一部なんですね。だけど妊娠すると、当初は女性の卵巣からで、2ヶ月ぐらいすると将来の赤ちゃんがお母さんと子宮につながる胎盤という組織があるんですけれども、その胎盤から女性ホルモンをガンガン放出されるようになって、それに反応して乳腺がガンガン発達するので、自信がなかった方でも大抵は授乳できるんです。お産で別人みたいになるって聞きますね。でしょ？ただ残念がある人も多いけど、また元に戻っちゃうそうです。で、それはともかく産後に母乳が出ないとベビーが生きられない、つまり子孫を残せないから、出産だけじゃなくて母乳が出ることももう絶対に必要です。いつからって、最初の祖先からですよね。最初の祖先が乳腺を持ってなきゃいけない。しかもそれらしい形や位置ならもう何でもいいってわけじゃなくって、その乳腺は大人になるにつれて組織が成熟してくれなきゃいけません。で、ここでも実はエストロゲンが鍵を握っていて、事実乳腺細胞の実は全部じゃなくて 30% 前後らしいんですけど、エストロゲンの受容体が検出されます。つまり乳腺だけあってもダメで、エストロゲンも最初からなきゃいけない。それからおまけにその乳腺の細胞はエストロゲンと結合する受容体が必要なわけですよ。この受容体がまたアミノ酸600個ぐらいの複雑なタンパク質なんだけど、最初からその正確な遺伝子がないとエストロゲンが流れてきても乳腺が反応しないので、男性と大差ない旨
でしょうね。でもちろんそれじゃ授乳どころじゃないんです。それって絶滅ってことですよね。そんなにあれもこれも条件が厳しいんですか？そうですよ。しかも母乳を作るのにも栄養もエネルギーも必要ですから、授乳する対象もいない生物が母乳を作る機能を持つなんて、もう進化論の適者生存にすら真っ向から反する、もうナンセンスの極みなんですよね。もうそんなことあったわけがありません。だけど少しずつ獲得するっていうんじゃダメで、授乳をする最初の先祖が持ってなきゃいけないとしたら、こんなの自然現象のわけがなくて、誰かが計画して与えてくれない限り起こり得ないことですよね。本当ですね。作り主がいるって証拠ですね。そう思いますよ。もっとすごいことがあって、お産までは随分お乳が張ってても、つまり組織が発育して母乳を作り始めていても、もうちょっと漏れ出ちゃう程度で、実はあんまり元気よく出ません。でもお産をしてしばらくすると盛大に母乳が出るようになるんです。不思議でしょ？へえとしか言いようがないな。だよね。実は母乳の産生って脳下垂体から出るプロラクチンという別のホルモンが司ってるんです。そしてなんと女性ホルモンがこのプロラクチンをブロックするんです。だからお産まではその先ほどお話した胎盤から大量の女性ホルモンが出てブロックがかかっちゃってるわけなんですよね。だけど出産すると胎盤も出ていくわけですよ。そうすると女性ホルモンが減って、それまでのブロックが解除されて盛大に母乳が作られるようになるんです。起きることは割と単純かもしれませんね。だけどもうできすぎとしか言いようがないでしょ。いやーもう高3です。すごすぎます。本当だよね。私なんかはもう女性特有の女性ホルモンと、これまた女性特有の母乳を作るためのプロラクチンがなぜ拮抗するのか、バッティングするのか、もう非常に強い違和感がありますよね。できすぎなんです。しつこいようだけど、次世代が生き延びるためにはこのプロラクチンだって必要不可欠なんですよ。プロラクチン欠乏のために母乳が十分作れない病状っていうのは実際にあるんです。プロラクチンもアミノ酸約200個の複雑なタンパク質ですけど、他のタンパク質と同様に最初の先祖からその正確な遺伝子が必要なわけですよね。乳腺や母乳関係の物質とか構造とかって授乳しない動物にとってはもう全く不要どころか、もう栄養的にもエネルギー的にもマイナスです。そんな迷惑な遺伝子変異が中間的とか言って、もう意味もなくどんどこ出てきて、存在もしない優秀なシステムが突然ジャーンとできるわけがないじゃないですか。確かに。哺乳類の生殖スタイルで他とは明らかに違うものはこの乳腺、それから子宮ですよね。そして仮に哺乳類の先祖なる生物がいたとして、その生物に乳腺や子宮みたいな形をしたものができてくるだけ、それだけだってすごいハードル高いと思いますよ。だけどそんな雰囲気の塊さえあればいいわけじゃないんだっていうことを、今回見てきたわけですよね。乳腺や子宮自体がもう優れた機能を持ってるわけです。だけどそれらが単独でなくて脳下垂体や卵巣といった他の臓器とこうして、そして偶然なんかでも獲得できるとは到底考えられない、確率的に言ってそういう複雑なタンパク質をしかも何個も介して、であまりにも目的にかなった働きをしているんですよね。決定的なのは最初の先祖からこれら全部揃ってないと次世代を残せなかったはずだということなんです。自分の頭で公平に考えればもう進化とか論外だっていうことがわかると思うんですよね。今回はここまでにしたいと思います。次回はこのシリーズの最終回でラスボスならぬ妊娠と出産の核心であるエストロゲンはどのようにしてできるのかお話ししたいと思います。お楽しみに。この動画でお話ししたことはどこかの知らない誰かに起こっていることではなくて、見てくださっている皆さんご自身に起こっていることなんです。そのことに気づいてぜひ驚きながら喜んでいただきたいと思います。